ウェイウェイ。はい、今日はですねヨーグルトチーズケーキを作ってみようと思います。焼かずに混ぜるだけで作れるチーズケーキです。そしてですね奇遇なことに後ろにですねいつも僕の動画に出てくれているじゅんじゅんが園長を務めているいちごのハウスがあります。ここのハウスの中で採れたいちごを使っていちごヨーグルトチーズケーキを作ってみようと思います。それじゃあ早速やってみましょう。今日作る順番としてはですねチーズケーキの土台になるクラストを作ってその後にヨーグルトチーズケーキの素を作りいちごを乗せてそれを冷やしたら出来上がりというふうに進めていきたいと思います。今日使う食材をご紹介しましょう。まずこれですね、クッキー、ビスケット、クッキー、溶かしバターを混ぜてそれを冷やして土台にします。土台の味がかっこいいとケーキが美味しくなるんですよ。東ハトのハーベスト4種のナッツっていうやつなんですけど、これを使ってクラストを作ろうと思います。バター 50g です。次です。これなんだろう、ヨーグルトテーブルスプーン5杯分です。大さじ5ですね。まあ多くても少なくても大丈夫です。あんま変わんないです。ケーキを冷やした時にちょっと固めるために使います。ゼライス 2.5g、 砂糖小さじ4杯、ティースプーン4杯分です。そしてお水は 25cc です。ゼライスを溶かす時に使うお水です。それからレモン汁1分の1個分です。あらかじめ切って絞り汁にしたものを持ってきました。まあねキャンプとかでレモンをそのまま持ってきてその場で切ってその場で絞ってもいいと思います。それからこれなんだろうな、クリームチーズですね。はい、クリームチーズは 100g です。そして生クリーム 100ml です。じゃあ早速作っていきましょうか。まずケーキの土台となるクラストを作ります。家で作る時はですねいわゆるセルクルっていう底が分離して抜けるようになっているタイプのを使うと思うんですよ。外でこういうフライパンタイプのものを使う時はですねちょっと工夫が必要です。ここにクラストを敷いてその上にヨーグルトチーズケーキを流し込んでいちごを乗せて冷やすっていう順番なんですね。ただそのままやっちゃうとそこからこうどうやって取り出したらいいんだい、そのまま食べるのかいってなっちゃうので、一度ここにですねラップを敷いてその上にクラストを作っていくっていうのがいいと思います。こういうジップロックにですね東ハトハーベスト4種のナッツをバーン、これをですねできるだけ細かく砕いていきます。はい、こんな感じ。これ以上細かくならないよっていう感じになると思うんです。はい、いらっしゃい。これを使います。何かの芯細かくしていきましょう。こんな感じ。毎回動画撮ってて思うんですけども、その時になって気づくことって結構あるんですよね。今回の僕の気づきとしてはこれをどうして細かくした状態で持ってこなかったんですかっていうことですね。だって家でこれをこうやって細かくして持ってきたらここでこんなことしなくていいじゃないですか。こんな練りねしなくていいんですよ。ここをね適当にやっちゃうと全くかっこいい味にならないので、これはできるだけ細かくした方がいいです。だったらなおさら家でやってこいよって話ですよね。はい、いいんじゃないでしょうか。この細かくしたクラッカーとバターを合わせていきます。ガスストーブでバターを溶かしていきましょう。手狭だ。地面に置きたくない気持ちと地面に置きたい気持ちがあるよ。じゃあスプーンを使って、はい、スプーンがここを使えばいいのかな。これで出てくるのかな。ちょっとこのバターの溶け力を利用してこのまま下にねりねり落としちゃいましょう。はい、コツはですねめちゃくちゃ温めないことです。焦げちゃうとダメなんで温めてバターが溶ける程度で大丈夫です。はい、バターが溶けたら火を止めてこちらに流し込んでいきます。はい、熱っ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 、わあ熱いよ、熱い。
チタンのクッカーなんですけども、ラップを一度敷きます。クッキングシートをだいたい調理器具の高さに合わせてカットしたもの周りに沿うように、これをやることで調理器具からケーキを外しやすい。端っこをちょっと止めていきましょう。大体でいいです。はい、僕が常々大体でいいですっていうのはですね、僕がちゃんとできないからです。だってここなんかこう正確にやりましょうとか、なんか6.5センチの高さに切ってきますとか言っても、なんか動画を見た人がお前全然それできてねえじゃんってなるじゃないですか。だから僕は他の人に多くを要求しない代わりに僕に多くを要求されないようにしています。はい、大体ですね、こんな感じ。はい、雑に見えると思いますけど、僕これでもすごく一生懸命やってるんですよ。はい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 、いらっしゃい。はい、ケーキを作ったことのある人ならもしかしたら経験あるかもしれないですけど、この状態で食べるとめっちゃうまいんですよこのクラストをよりかっこよくするために一手間かけます。よくスプーンでねこう押しながら固めていくっていうのがあると思うんですけど、スプーンだとどうしてもこう角度的にね端っこが押さえづらいんですよ。そういう時に使うのがこちらです。ポテトマッシャー。ポテトをマッシュするものです。はい、ただポテトをマッシュする機能を持った都合上、ここにですねスリットが入っちゃってるんですよ。ここにラップをかけてスリットが機能しないようにしましょう。こうですね。はい、これコツなんですけど、優しさを捨てることです。親の敵みたいにもうギチギチやっていいです。はい、これは父さんの分、これは母さんの分だ。ほらね、ほらスプーンでやるよりも早く確実に正確に固めることができます。ヨーグルトチーズケーキの素を作っていきましょう。ちょっと深めのクッカーを使います。まずですね、クリームチーズですね。クリームチーズはどれかな、これかな、これですね。はい、お砂糖、こんな感じですかね。はい、生クリームを加えていくんですけども、すごく混ぜてめちゃめちゃクリーミーにすると出来上がりがこうふわふわになりますし、あんまり混ぜずに入れると出来上がりがこうしっとりしっかりした出来上がりになります。それはお好みなのでどれぐらい混ぜるかはお任せします。じゃあ生クリームを混ぜていきましょう。これは本当に生クリームかな、生クリームだとは思うんだけど、ヨーグルトと生クリームとクリームチーズの匂いがあまりにも似ているせいで、これが本当に生クリーム、これはヨーグルトじゃないか。生クリームはこれは何だったの？これクリームチーズだよね。これはこれ生クリームだと思う。ヨーグルト、これですよ。生クリームはヨーグルトを一生懸命かき混ぜて泡立たない無限地獄に落ちるところでした。泡立て器、マキタインパクト、変換チャック、バッテリーです。とマキタインパクトプラス変換チャックプラス泡立て器。はいはい、こうですよ。はい、はい、いいでしょう。これぐらいですね。この生クリームをクリームチーズと合わせるんですけども、それと一緒にですねレモン汁とあとはゼラチンを水で溶かしたものも一緒に合わせたいので、まずゼライスをですね水で溶かしていこうと思います。はい、まずはゼライス 2.5g ですね。はい、これを入れます。はい、お水 25cc。 ゼラチンが水に溶けさえすればいいのでちょっと温める程度で大丈夫です。はい、これを温めます。いいでしょう。じゃあこのゼラチンとちょっと泡立てた生クリームとそれからこのレモン汁、これをですね先ほどのクリームチーズに合わせていきましょう。忘れちゃいけないヨーグルト、生クリーム、こんな感じ。はい、
そしてゼライスを溶かしたもの、これを入れます。はい、はい、混ぜてなじませます。このかっこいいクラストにヨーグルトチーズケーキの素を流し込んでいきます。はい、今朝取れたばかりの立派な夏いちごです。すごい甘い香りがもう開けた瞬間に立ち上ってきます。いちごを乗せて冷蔵庫だったら4時間、冷凍庫だったらだいたい1時間ぐらいですかね、冷やして、いちごヨーグルトチーズケーキの出来上がりなんですけども、今回は1時間冷凍しようと思うんですけども、これを冷凍してる間の1時間踊ろうと思います。はい、じゃあ踊りますか。トントコトントコトンコトントコトコトントコトントントコトントントントコトンコトン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 トコ。はい、どうもじゅんじゅんです。実はですね、いちご作ってました。いちご園の園長です。なので園長じゅんじゅんです。八郎くんが、僕の作ったですね夏いちごを使ったですねこちら夏いちごのヨーグルトチーズケーキ、作ってもらったのでですね、僕の農園の敷地内なんですけども、早速食べていきたいと思います。今日使ってるこのいちご、夏いちごっていうものを使ってるんですけど、その中でも鈴あかねっていう品種を僕の方では作っています。これやっぱ下のクラストの部分までね一緒に食べたいところですよね。うわー柔らかい。いただきます。爽やか。美味しい。これヨーグルトもいちごも酸味があるんですけど、また違った酸味でねすごく調和が取れてます。うわ美味しい。あとこのクラストなんすかこれ、サクサクで食感のアクセントになってヨーグルトと合いますね。自分の作ったいちごはいちごのまんまで食べること多いんですけど、こうやってケーキになって食べるとまた違った味わいで美味しいですね。ちょっと待ってください。瓦解していきますね。一般に市場に出回ってるのと違って、特にその完熟のものをご用意させていただいたんですけど、市場に出回ってるのって出回るまでに熟すようにちょっと早めのものを収穫して出荷したりするんですけど、取れたてはもう何でも美味しいんですけど、完熟で一番食べ頃の状態でお出しできる、要はずっと糖分を貯めて貯めて貯めていいところでお出しできるので、すごくやっぱり美味しいですね。いちごが落ちた。夏いちごって酸味がある品種なので、こうやって生クリームとかこういう甘いものとの相性がすごくいいんですね。酸味がある分、もちろん生でも食べても美味しいんですけど、こうやって加工して食べるのが相性抜群だと思います。美味しい。